S110 のガゼルですね。で、最初ちょっとエンジン、これ調整してるところなんですけど、最初来た時エンジンかからなかったんですよね。で、この時まだちょっとアイドリングが、少しアクセル離したりするとアイドリング不安定で、これは調整してる最中ですね。結構いい音してるんですけど。はい。で、これはあれです。まだちょっと不安定ですね。はい。ちなみにこれ、これ、仕入れて持ってきた時エンジン不動だったんですけど、持ってきて、30分、1時間経たないんですかね。で、一応エンジンはかかるようにはなって、でもちょっと、調子悪そうなんで、調整してるってことなんですけど、結構いい音しますね。後で外から撮った動画もあるんで、ちょっとそっちも見てもらいたいですけど。日産の古いエンジンはいい音しますね。だいぶアイドリングが安定してきていますね。だいぶ安定してるんで、ちょっと。めっちゃ安定しますね。モードして。あんま口が聞こえないですけど、結構和気あいあいとやってます。あれ合わない。あった。ちょっと吹かして。だいぶいい音ですね。僕としてもね、この当時懐かしいですね。もう、いつだろう、1年ぐらい前になるんですかね。1年以上前かな。これ外からですね。めちゃくちゃいい音しますね。で、今前に回って、ちょっとエンジン出てる方。で、一旦ガレージにしまいはするんですけど、ちょっとすぐ手かけたくなっちゃって、またちょっと出してきて、ただちょっとやっぱ時間置くと調子が悪くなるんで、ちょっとここで、どうせ全部直すんだったら、エンジンももうオーバーホールしちゃおうっていう話になって、で、ここからちょっと作業が始まります。はい。で、まずエンジンを下ろして、で、このついでに、ミッションも下ろしますね。今エンジンこれ降りてる状態です。はい。もうエンジンないですね。だ
だいぶ結構サビも来てはいるんですけど、でこれミッションを下ろしてますね。下ろしたミッションなんですけど、もう側も中もだいぶ汚れて。で、これが下ろしたエンジンですね。エンジンも結構そうですね、汚いというか、汚れてはいるんですけど、年式は年式なんでしょうがないんですけどね。これオイル全部下に抜けて、バラす準備ですね。で、その間に、工場長が車体側を、外して、いろいろパネルとか外して、ちょっと状態を見て、結構やっぱ水が溜まりやすい場所とか、わさびが来てますね。はい。意外と思ったより来てない場所もあって、昔の鉄板ってすごいなっていうのもあるんですけど、これミッションもエンジンも降りてる状態ですね。で、これ外したフロントバンパーです。これはエンジンですね。エンジン、もうだいぶ来てますね。これ部品を全部ばらして。中身も全部きれいにするんで、これヘッドカバーと、ブロック側と。これミッションですね。で、その間に工場長がちょっとダメな部分に、鉄板で加工してやったりとかして。で、この後、ウォーターブラストやります。これで、ちょっともう、部品一つずつをきれいにしていく。で、全部きれいにして、もう一回組むっていう作業のためにやってますね。結構、水圧すごくて、きれいになります。これカバの裏なんですけど、裏ももう真っ黒ですね。これ半分やってるんですけど、これも結局全部やるんで、ちゃんと。はい。これが、表、あとピストン、裏、全部終わった状態です。はい。カバーですね。これ外した部品も全部ちゃんときれいにしてやってます。で、その間にボディが、これちゃんとこれ専用に買ったプライマーです。はい。すごい綺麗に。で、ブロックも塗ってあると。はい。で、今回の動画は、ちょっとここまでにはなるんですけど、もうすでにエンジンは、全部綺麗にして組み上がった状態です。で、ボディも結構進んでます。ただちょっと他の作業をしながらなので、これもちょっと中途半端な状態というか今置いてある状態なんですけど、今後これを綺麗にしようかなと思ってます。で、最終的にノーマル状態で残すか、ちょっと考えとしてはスーパーシルエットにするのもいいななんて思ってて、まだちょっとどっちにするか決まってないんですけど、これは今後綺麗にしますので、で、これもパート分けさせてもらうんですけど、次回はエンジン、その綺麗なエンジンと車体をちょっと動画で撮りながら、ちょっとできれば工場長だったり代表に解説してもらえたら嬉しいななんて思ってるんで、これもちょっとパート分けしてあげていくんで、一緒に、一緒にってケンメリーとか、あとセドリックとかもあるんですけど、そのあたりと一緒に、旧車好きな方楽しんでいただければなと思います。じゃあまた次回。